のでなんか女の人の方がちょっと得してるのかなとは思いますね。確かに男の人の方が大変そうですね。なんか世間的になんか頑張んなきゃいけない。Hey guys, today we're gonna go and ask Japanese again, but if you're new to our channel, don't forget to subscribe for more videos from Japan. Today we're actually gonna go and ask Japanese people about feminism, if they know the word and if they think females and males in Japan are currently equal or not. So let's go and ask Japanese. Feminism. フェミニズム。わかんない。わかんないです。日本と男性の女性は平等ですかね。いやでも私なんか女性の方が上に取られてる気がします。なんとなくなんか女性専用車両とかなんかレディースデーとかあるじゃないですか。そういうのでなんか女の人の方がちょっと得してるのかなとは思いますね。確かに、女性で得したところはなんか女性でよかったなみたいな。居酒屋でもないですけどそういうところでなんか食べ放題とかあるじゃないですか。でなんか女性の方がちょっと安いみたいなのはあるので、そういう面でもですかね。食べ放題が安くなるんだ。ちょっとそういう店後で紹介してください。普通になんか可愛い服多いから女の子でよかったなみたいに思っちゃう。それ以外は特にないかも。日本では男性と女性は平等になってるんですかねって今聞いてるんですけど、どう思いますか？たまに違うかなっていう時もありますけど。例えばどういう時ですか？男の人の方が大変そうですね。なんか世間的になんか頑張んなきゃいけない。男の人は世間的に頑張んなくちゃいけないってどこで頑張んなくちゃいけないんですか？仕事とかなんか結婚したら頑張んなきゃいけないじゃないですか。男の人は稼いで。日本では男の人はなるべく全部稼ぐって、そういうイメージがあります。なんか女性の方が今楽ってことですかね？家庭に入っちゃえば働かなくていいかなって。フェミニズムって言葉聞いたことありますか？はい、あります。逆にその女性主義は日本で今どうなってるんですかってみんなに聞いてるんですけど、どう思いますか？男性と女性が今日本で平等になってるんですか？なってないと思います。どういったところはまだですか？なんかイギリスとかでは多分電車とか女性先に座らせたりすると思うんですけど、日本とかってもう親父の人がもうすぐこうドンって座ったりするんで、本当にそういうのはちょっとまだまだなのかなとか、まあそれすいません、女性フェミニズムじゃないですね。それはなんか女性にあんまり優しくないっていう感じがあるかもしれないです。例えばどのところであんまり優しくないと思いますか？なんかお仕事とかで上の方の幹部とかになる人は結構やっぱり男性が多いなって思って、授業とかでなんかフェミニズム勉強したりしたんですけど、実際あんまり変わってないなとは思います。最近小池さんって小池百合子東京都知事が出てて、そこでちょっと日本でもそういう認識っていうか女性が活躍する社会みたいな話になったんですけど、やっぱり現状はあんまり変わってないんじゃないかなって思います。どういうところはもうちょっと変わってほしいですか？女性が育児休暇を取るとそこから仕事に復帰しづらくなるって聞いたんで、まだ大学生なんですけど、なんかそういう制度が変わったらいいのかなって思いますね。なんかもう少しなんか女性に対する体型のなんかそういう細い方が綺麗みたいなのが少なくなればいいかなって思います。結構日本でみんなすごいなんか痩せるっていうかすごい痩せたりとか見えますね。そうですね、ダイエットがなんかいつもダイエットみたいな当たり前になってる気がします。フェミニズムで今勉強したって言ってるんですけど、それをどこで勉強したんですか？外国語学部で大学で所属してるんですけど、世界の文化とかを学ぶ中でその女性と男性の社会にどれだけ活躍してるかっていう授業で取り扱う機会が多かったので、フェミニズムについても勉強したよね、勉強しました。フェミニズムってことはいわゆるなんか海外のものみたいな感じですかね？確かに日本ではあんま取り上げられることはないかもしれないですね。フェミニズムって単語聞いたことありますか？聞いたことないです。聞いたことないです。今日本では男性と女性は平等になってるかどうか今聞いてるんですけど、どう思いますか？平等になってると思います。自分の中ではまあまあ平等だと思います。平等だと思います。
じゃあどういったところは今平等になったんですかね。賃金の差がないアルバイトとかそういうところとかでそういうとこが平等になったかなって思います。男も育休とか取れるようになったんで結構いい感じになったのかなと思います。仕事とかの雇用とかであんまり差が出ないようにっていう努力をしてきてるのがそういうところ出てるなって思います。で、じゃあ逆に女性の方が有利っていうか女性の方が得してる場所は映画館レディースデイってやってレディースが安くなる日があるんですけど得ですね。なんかやたらと女性は無料ですよみたいな飲み会とかあるじゃないですか。女性無料ってあるんですか。あるよね。なんかそういうのは女性の方が得かな。無料ですか。あるよね。店はどうやってお金稼ぐのもすごい不思議なと思うんですけど、多分男の人が払うんですよそれは。日本で面白いものいっぱいありますね。逆に女性の人の方がなんか有利になってるところとかあったりしますか。女性専用車両とかがやっぱ女性しかないから男性専用はないからそこは女子の方がいいかなってなります。やっぱ女性専用車両っていうのが大きいかなって自分も思います。必要ですかね。いやでも必要ではあるとは思います。女性の人結構電車内危ないんであった方がいいとは思います。ありがとうございます。Doing this interview on the streets of Japan was kind of difficult for me this time because it's just the type of responses that you get. It seems like some people don't know that there's a different option. Like, it's nice that you get a cheaper cinema ticket on Wednesdays, but it's not so nice that you get paid less and that you don't have really many chances to move up and that they're in most of the ruling positions you can only see men. So that's not something I would want to swap for a cinema ticket, getting a cinema ticket cheaper or going to a restaurant cheaper. I think that's something to consider there. It's just generally like also when I look at politics and switch on the TV in Japan, it seems to be mainly just men, like pretty much 90-95%. You only see men there, and if women go into politics, they have a really hard time. I mean, I come from Germany, which means it's a country where we have a female politician at the head, and she's doing actually a good job, even though, like, hey, it's a pretty tough job. I wouldn't want to trade with her, but seriously, just one of the things I've been thinking about. Also in Japan, generally what I hear all around me is that middle-aged men are generally the most employable sector, because even if there's a woman who has the same qualifications, a man will be picked because A, he will not stop working when he gets married, because some women still do that, or some people think women still do that, and B, he will not get pregnant, which means there's no pregnancy leave, you don't need to pay pregnancy leave, or you don't have any loss of work. So still it's preferred, and that doesn't seem to be what I experienced in the UK. What I find very interesting is the kind of minority, that you push a minority and give them more chances in actually working in that place. And so again, that's, feminism is not only for women, feminism is also standing for equality between, other areas. Yeah, I just thought it's just something I would like to trade for a cinema ticket. It was just so sad. Some of the responses I got made me a bit upset. And one thing people said, like, oh, women have it better because there's a woman-only card. I really don't think so, because the reason why the women-only card is there is because it has to be there, because there's a lot of sexual harassment on Japanese trains. It's not just a rumor, it's not just a thing that you sometimes see in anime, it really happens, and it happens a lot. So these women-only cards are there during the really busy times to protect women from getting groped on the trains. And it's really sad that something like that has to exist, but it has to exist. Like, I have a friend of mine in high school, she was 17, in one day she got groped 4 times on the train, and she already had a really tough day. And it's just like, it's terrible that something like this has to exist. Now, at this point, I'm grateful it exists because it protects people, but it shouldn't have to exist because good people shouldn't do that. That's what I wanted to say. Anyways, yeah, so that was a topic on feminism. We've done 2 topics on this and we actually never really talk about serious topics, so be sure to leave us comments about that. If you leave us comments, be nice to each other. I know this is a topic that causes quite a lot of friction between the genders and between people, so be nice to each other in the comments. Looking forward, though, what your thoughts are on feminism in your country and feminism in Japan. I wish you a lovely day, and I'll catch you soon on Ask Japanese. And don't forget to subscribe.